都市伝説と言われてたような話が、本当にそうだったんだとか、私たちはそうじゃないって信じてたことが、実はそうだったんだってことが暴かれていくのが今年です。お父さん。はい。もう年も明けて、はい、今年2024年、辰年で。辰年ね。なんと私の。年女ね。はい。年女なんですけど、私の辰年は、はい。どんな年になるんですかね。宇宙的な視点で言うと、まあ、いわゆる占星術のお話をしたいんですけども、実は、占星術ホロスコープっていうのがあって、12星座の13星座でもいいんですけども、その中を惑星がどれぐらいで回るか、一周するかっていうのが、いわゆるホロスコープっていうの。で、その中にね、冥王星っていうのがある。一番遠い星ね。遠いとどんどん回る速度が遅くなるんだけど、冥王星って250年に1回一周するんですよ。12星座。で、その中で、250年で一周するんだけども、一つの大体星座で20年ぐらい滞在すると言われていて、で、これが今年の1月の21日から、ヤギ座から水亀座に移るんですよ。冥王星が。ちょうどね。で、冥王星ってどういう星かというと、破壊と再生なんです。去年がね、1年破壊の年でした。そうです。まあ、言ってしまえば去年までの20年間が破壊と再生の時期を、まあ、ヤギ座で入ってたんですよ。でヤギ座っていうのは、まあ、真面目とか、まあ、実直にとか、まあ、ヤギ座の中でね、物事を抑えていく。だから、あんまりいろんなものが紛糾せずに抑えられてたのが、実は水亀座っていうのは、物事が暴かれていくとか、今まで隠していた問題が吹き出すとか、っていう意味が出てきます。で、同時に、水亀ですから、まあ、みんな共有していこうとか、みんなで仲良くしていこうとか、去年よりは良くなるっていう面もあるんですけども、でも、世の中これずっと私たち信じてきたことが、実は違ったんだ。というようないろんな事実がいっぱい出てくる。突き出てくるんですか？都市伝説と言われてたような話が、本当にそうだったんだとか、私たちはそうじゃないって信じてたことが、実はそうだったんだってことが暴かれていくのが今年です。なんか激動の一年になりそうですね、じゃあね。暴かれるってやっぱりショックじゃないですか。そうですね。そしたら、まあ、世の中で起きていることを全部信じて、だから自分たちも頑張ろうっていうふうに思ってたことに対して、じゃあ全部信じてもダメじゃん。これ都市伝説じゃんってみんな言ってきたのは、みんなが信じてることに対して、それ違うよねっていうのがみんなショックだから、都市伝説だよねって、そんな陰謀論なんかないよって言ったことが、実は陰謀だらけだったってことが分かってくると、人間どうなるかっていうと、じゃあ、逆にもっと前向きな気持ち、水亀って前向きになるんですよ。水亀座って。前向きな考え方で、もっと個人がしっかりして、世の中を見据えていくふうにした方がいいんじゃないのっていうふうになってる。じゃあより前向きになれる前向きになりつつ、いろんなその集団や物事に対して影響を受けるというよりは、それぞれがしっかりしていくことが大事だよねっていうふうに、個人の責任がもっと確立していく時代になっていくなっていうのが、まあ今年の感じかな。じゃあ本当に春さんがこうやってね、よくいろんなことを教えてくれますけど、そういうことも含めて、自分はじゃあそれをどう受け止めていくかっていう、本当にこの考え方っていうのが大事な一年になってくるわけですね。ちょっと話それるんですけど、昨日、僕、五反田の某ハンバーガーショップにいたんですよ。珍しく。家の近くのね。そこでね、ハンバーガー買ってたんですよ。そしたら、自分が買ったバーガーと違うバーガーも入って出てきたんですよ。テイクアウトで。なんだろうと思って、帰ろうとしたら、パッと俺の顔見て男性、40歳ぐらいの男性だけども、ファンです。いつも元気をもらってます。お二人にもよろしくお願いしますっていうふうに。視聴者さんですって。ファンですね。すごい、こんなこともあるんだ。嬉しいね。で、言ったのね、僕は、その40代の男性にね、まあ、レジ売ってる時だったんだけども、動画は、役に立ってんのって言ったら、いや、もう、本当に、いろんなことを僕らは信じてきましたけど、ああいうふうな動画を見ることによって、
何を信じるとかじゃなくて、自分なんだなっていうふうに思いました。やだっていう話を。すごく素敵な受け取り方をね。多分これ見てると思いますけども、そういう意味ではね、こういうメッセージを僕いただいた。東京ではね、まあもちろん五反田も東京ですけど、東京のもっと中心だとね、歩いてて結構見られるわけですよ。振り向く人もいて、あ、気がついてるんだなっていうね、もう一応4万を超えてるので、そういう人もありますが、直接言われたのが初めてですよ。一回ね、お蕎麦屋さんでもね、YouTube 見させてもらってますっていう。でもね、こういうふうに、どんな感じでね、っていう、細かいところまで聞いてないですけどね。レジで言われて僕はまず言ってしまったの。何がいいで見てるのって、そしたら言ってたのは、物事の真実を、平等に、冷静に説明してくれるから、で、こんな風に信じろよっていう風に押さえつけるわけでもなく、言ってくれるので、ものすごく勉強になってるし、逆に励みになってます。今後も頑張ってください。1個足してありますっていうね。じゃあそれを間違えちゃって、ちゃんとプレゼントしてくれる。おまけだった彼がちゃんと打ってくれたんですね。まあそういうこともあるので、まあやっぱり世の中がおそらく潜在的に、もしかしたら、どうなんだろう、これは本当かな、どうかな、でも本当だと思った方が楽だなと思ってた人たちが目覚めていくのが2024年かな。2024年って世界70カ国以上で選挙が行われるわけでしょ。だからそういう本当にものすごい1年になるんだなっていうのを含めてね、やっぱりこの自分自身のこの考え方で、もうこう選択は自分でしなきゃいけないじゃないですか。いろんな選択肢がある中でね、一番難しいので、やっぱそういうね、はるチャンネルの動画がそういうね、自分がどうしようか、どれを選べばいいんだろうって迷った時のね、一つのこう指針になる番組作りがね、今年1年もできるといいなって思いますよね。そうですね。このね、動画を見てる皆さんは僕らが打ち合わせをしてやってると思ってるかもしれませんが、実はそうでなくて、まあ、こういう話題をやりますよっていうのを。テーマ決めはね、はるさんとね、スタッフさんで。スタッフでやってますけども、でも、お話に対してお二人全然勉強もせずにいらっしゃって座って、素の状態でお話ししてるんですよ。それがやはり僕はすごくいいと思っていて、あ、なるほどそういうことなんだねっていうところを、翔子さんの目線で話す。あやねさんの目線で話すっていうふうになっているしね。それに対して僕が分かりやすく解説をするっていうのが、このやっぱり番組の。やっぱりこの、私たちが、もうよくも悪くも本当にリトマス紙の役割を、きちんとできれば、いい番組にもっともっとこうなるのかなって思ってますね。僕はこれ分かってて、僕なりに分かってて喋ってるから、分かってるものとしてのお話になっちゃう。でもお二人は分からないところから理解しようとしての話になるから、多分視聴者としてはそこを求めてるのかなっていう気が僕は去年したんですね。コメント皆さんいっぱい書いていただいたらもっと喋れるようになる。私ね、やっぱこの、あやねとはもうね、この世代のギャップがあるわけで、はるさんと私はまあ同世代で、あやねたちの世代のこのものの、視点とか、あとは考え方とか、そういうのをもっとこう、今年は出していけると、よりブラッシュアップされて、あやね世代がちょっと。私の世代もね、こう見てくれるようになるとそう、増えていくの。平均年齢が若くなっていくのかなって、視聴者のね、年齢が若くなっていくかなと思うんだけど。でもこの動画をやってて思ったのは、やっぱ2年ぐらい続いたじゃないですか。その中で、あやねさんってもっと最初はドライだった感じがするんですよ。こういう話題に対してね。そうですか？そこまで別に興味がないじゃないけど、オフレコの時にも実際言ってたんですよ。私はあんまり時事ネタとかそういうのがそうですね。興味がないよねっていうふうに言ってて、で、その動画に関しても皆さん書いてるコメントとかね、あんまり読む人じゃなかったんですけども、今ね、実はすごごくあやねさんチェックしていて、そうですよね。自分自身もその動画にすごく興味を持ってる。これって多分、Z 世代に一つの僕はパターンだと思っていて、Z 世代の人たちってあまりこういうの興味がないよとかね、世の中で起きてることなんかどうでもいいとかっていう人結構いるんですよ。意外とね、自分たちの世界でいいみたいな。でも、お勉強していくとやっぱり変わっていくんだなっていう感じはしました。でも視野の広がりって結構ね、広がったよね。広がったし、捉え方も変わってね、変わったよね。考え方ももちろん変わりましたし。実際ね、やっぱりこう皆さん
のコメントでね、あやねさん今日も可愛すぎて内容が入ってこないとかね、今日のコメントもすごいそういうコメントの嵐になりそうな感じだけど、それをやっぱり直にね、受け取るとね、うわ、もっと私も磨いて頑張ろうって思うもんね。こんなところまで見てくださってるんだとか。見てますよ、細かく。すごいですよね。だから僕は諦めたんですよ。なんかわかる、その気持ちは。多分ね、そう、あやねとかはすごくなんかもう、いや、張り合いが出てくるじゃない。そうね。そう、やるだけやった分なんかこう。もっとやるぞってね。そう、受け取ってもらえるってね。なんかどんだけサムネに文句があるからね。あのサムネだからほら、まあこれだけ伸びるし。迫力がね、そうです。役割がね。目力と口とね、すごいもんね。そう、真実感があるよね。そう、確信に作ってない感があるじゃないね。でもほら、今年2024年はやっぱりそういう意味では、私たちがやろうとしていることと、世の中がリンクするっていうことだから、よりやはりなんていうのかな、冷静に、まあ、どうしてもこういう番組って都市伝説みたいになっちゃうんだけども、都市伝説ではなくて、起きてる世の中の点をつないでいって、僕の教養として話したものに対して、お二人がちゃんとわかる、あ、それわかるっていうふうに落とし込むことによってみんながわかる。そういう番組にしていきたいですよね。そうですね。本当そう。よりこうなんか皆さんの生活の中にちょっと入り込ませてもらおうかなっていう。そうですね。まあ2024年は物事が暴かれていくじゃないけど、私たちが信じたものが崩れるみたいな、そういうね、破壊と再生とが冥王星ですから、どうしてもそういうこと起きますけども、怖がらずにね、お互いがお互いちゃんと勉強し合っていけば問題ないと思いますので、この1年ね、また私たちも頑張って皆さんの生活がより良くなっていくように努力していきますので、ぜひこの家族含めてね、またこの1年間、YouTube よろしくお願いいたします。